いろんな豚肉の調理法って様々あると思います。その中でもとんかつは一言で言ったら最高に美味しい食べ方だと僕は思っています。うちの特徴としてはまずコスパ重視でやっています。安くて美味しくて量が多い、お客さんが食べに来て満足していただけるのが一番だと思ってますので、そこをまず一番に考えています。高くて美味しいお店ってあると思います。僕からしてみたら当たり前です。高いんですから美味しいに決まってます。でもやっぱり安くて美味しいってお客さんにとって、ね、一番嬉しいことだと思います。パン粉、ラード、お肉、その辺はこだわっています。うちで使っているお肉なんですけども、千葉県産の林 SPF ポークという豚を使ってますが、とにかく脂身が甘いです。甘くて美味しいです。で、うちの多分お客さんは脂身を食べに来てます。赤身も美味しいんですけども、脂身が甘くて美味しいので、そこをみんな目指して食べに来てます。お米、すごく大事にしてます。今正直仕入れ高いです。でも安いお米を使うんじゃなく、すごくいいお米を使ってます。そこは一番のこだわりだと思います。はい、それは全然構いません。正直本当に企業秘密ってうちはもともとオープンで作り方とか他の店舗で真似してる方もよくいます。ただうちは正直回転率がすごいです。だからこの値段でやらせていただいてます。それを真似する技術って揚げ方とまた違った部分になると思うんで、うちの真似をするっていうのは多分他の店舗では難しいと思います。僕29かな、30になる前いろんな人に騙されたりとか、なかなかのお金を騙されて取られたりとか、人間不信に陥りましてやみました。ずっと家の隅っこで体育座りしてもう真っ暗の中一日過ごしてました。2週間 ICU に入って意識なかったみたいです。で2週間後にパッと目が覚めました。あ、僕生きてる、なんでだろうって思いました。まだ神様僕に何かやり残したこととか与えられてるんだな。今までなんかずっとモヤモヤしたなんか霧がかかった状態だったんですけども、さーっと晴れたんです。目の前が。僕は僕のままでいいんだ。人に気使わないで自分のカラーを出していけばいいんだなって思った瞬間になんか肩の荷が下りました。命は大事にするんですけれども、いっかなっていう。何やってもいいかな、2回目の人生なんだからぐらいの気持ちで生きることが始まりました。まずお客さんを見て揚げ方を変えています。常連さんは好みがだいたいわかるんですけども、初めての来たお客さん、年齢層によったりとかっていうところで僕は揚げ方を変えながら提供しています。ある程度のベースは一緒なんですけれども、そこにちょっとアレンジを加えるというか、そういうとこは僕趣味が人間観察なんで、人を見て、それがね正直正しいかどうかは分かりません。なんとなくの僕のその感覚というかセンスなんですけども、それを見て揚げ方を少し変えています。飲食とは言わず、仕事に関して継続して頑張ってればいつしか報われるのかなと僕は思いました。でこの辺特にとんかつ屋が多いので、それも老舗のとんかつ屋があります。創業98年とかもう100年近いとんかつ屋です。そんな中にうちが参入するってことはやっぱり認知されないと来てくれません。うちと他選んだら多分みんな他行きます。でも数年やってるうちにこんな店あったなっていう認知がつながって、今はありがたいことにお客さんが来ていただいてます。なので継続ってとても大事だなって思います。僕は35歳の時に初めてこの飲食の世界に飛び込みました。
とんかつ青木の本店の方に修行にさせてもらうっていうことになりまして、ただ僕は独立希望で入りました。青木の創業者社長にお話ししたところ、普通だったら多分門前払いされるとこだと思います。ただ簡単に独立することもできず、まず店舗が全然空いていない、1年半ブラブラしていましたが、本当に物件ありませんでした。その状況を見かねた社長が声をかけてくださって、いい加減に見つけろと。もったいないから、お前のそのセンスがもったいないから、名前もとんかつ青木という名前も貸してあげるし、なんならいろいろと、ね、支援もしてくれるという声をかけていただきました。で、僕もなんか心苦しかったんですけれども、甘えていいんですかというお話をさせていただいた1週間後にこの店が見つかりました。僕これはチャンスだなと思って話を進めていって、2019年の11月ですね、無事お店をオープンすることができました。ただまさかの2020年コロナがやってきました。2020年の4月に初めて1回目の緊急事態宣言が出されて、馬車道から人がいなくなりました。その時オープンしてまだ数ヶ月、これからだっていう時に正直ニッチもサッチもいかなくなってどうしようかと思いました。ただデリバリー、テイクアウトっていうところをオープン時の時から力を入れてやってきたんで、なんとか乗り越えられました。これが多分一番の転機であり、僕の強みになったと思います。もうちょっとしたらお弁当、さっき言ったワンコインのお弁当をひとまず作り始めて、あとちょっと予約分のお弁当が入ってるんで、半前ぐらいからちょっと予約分のお弁当あげ始める流れになります。今からメンチ作ります。メンチカツ。さっきの余った端材をメンチカツに変わってます。今やっぱりね、飲食店って仕入れ高くて本当に今儲けも少ないです。以前に比べたら。でもうちもやっぱりギリギリまで頑張ってます。値上げもそんなしようと思ってません。ただやっぱりね、経営をするってことは時としてしなきゃいけない部分もあります。ここまで大きくなれたのはやはりお客さんがたくさん来てくれておかげだと思ってます。あとここの馬車道店に関しましてやっぱりお客さんが来てくれたからこそ今があると思ってるんで、現在ワンコインのお弁当を作ってます。税込み500円です。今コンビニでお弁当買ったってね、600円700円いっちゃいます。それは馬車道のお店に来てくれたこの辺のサラリーマンの方々、住んでる方々に還元のつもりでやっています。なのですぐなくなります。申し訳ないんですけどすぐなくなります。でも、それでもね、一人でも多くの人が一食でも安く済ませられるんだったらそれに越したことないと思ってますし、まずいものは出してません。500円でも美味しいもの、500円以上のコスパのいいもの出してます。なのでよかったらぜひ買ってください。まず1回食べてください。食べます？ただやっぱり食べて美味しいか美味しくないかって人それぞれだと思うんですよ。合わなければきっと次はないでしょうし、とんかつ青木というとんかつを食べてみてもらって、美味しければうちに来てくださいっていう感じですかね。しない後悔よりする後悔。何でも多分迷ったりすることって誰しもあると思います。ただ僕はもう迷うんだったらまずやる。
やって失敗すれば失敗したなりの正直理由って何かしらあると思ってます。そうすれば次につながると思います。でも何もやらなければ始まらないですし、僕の人間としては0か1です。白か黒です。今まで僕29、30ぐらいまでは人に気使っていろいろやってきました。きっかけを経て自分の本当の姿を受け入れてくれるだけの人でいいなっていう気持ちになったら、すごくなんか楽になってちょっと人生楽しくなりました。なので言いたいこともはっきり言おうっていう思いがあるので、お客さんに対しても僕ははっきり言っちゃいます。いいお客さんはほとんどですけども、一部行儀の悪いとかマナーの悪いお客さんはいます。いいお客さんにも迷惑かかりますし、お店もやっぱり良くならないと思います。なので僕ははっきりお客さんにもダメなことはダメって言っちゃうタイプです。それがね、正直いいか悪いかは分かんないです。ですけども、万人受けする店作りは僕はしていません。本当にうちの店のとんかつが食べたい、あとは僕に会いに来たいっていうお客さんだけでいいと思ってます。そういう店作りをしています。